こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は羽生築堤第三培養所からお届けします。ここに今あります五葉松、今大阪松と言われる昔でいう宮島五葉松ですね。大変大きな木ですが、今から6年前、四国を代表する生産者小西松楽園さんから受け継がれたものを私の方へ何点も運ばせていただきました。80いくつというご高齢の中で次の見守る人ということで長くお作りになってたものを譲り受けたものですが、まだ当時は土の上に、要は畑植えになっていました。小西さんが50年以上の歳月をかけてハサミで作ってきたものです。四国の方々の生産者の手入れのまめさ、たとえ畑にあっても自分で動いて盆栽らしく作っていく、それがこの木の基本を作りました。そのいくつかの木の中から今日はこの木をここから大型の盆栽の姿へ変える植え替えをご紹介させていただきます。お楽しみください。買っちゃってほしいとかとかっつって。近藤が持ってたこれですよね。確か。今度は知らねえんじゃねえそれ。輪っかです。四国高松から運んですでに5年以上、畑植えであった木を根巻きをして運び、そこからこの大きな木箱を作って5年、しっかりと根を張った状態で吊り上げても外れないほどの根の張り方、ようやく落ち着いた根と枝葉、ここからこの木がどのような姿の盆栽になっていくか、今一番大事な仕事が始まるところです。本来四国から運ぶときに根巻きという庭木にも使う形で入れたこの松、一度この鉢を抜き、その根の状態がどのようになっているか、その根の張り方などの深さによって鉢の入れ込みの合わせも変わります。まずは木箱を抜いて根の張り方を確認することが大切になります。根の縛り込みをしていないこの木は、本来はこのように木箱を叩けばその鉢が落ちていくというところですが、これだけ大きい木、しっかりと張った根が木箱に食い込み、なかなか落ちません。釜で周りを落として外すしかその手方法はないようです。
お、はい、はい、今度こっち。まだ落ちてはいるんだよ。おお、おお。うわ、こういうトイレックが引っかかってるんですよね。抜くだけでも大変な仕事ですけれど、ご覧ください。5年という間に木箱があれだけ叩いても落ちないほどに根が張って土を圧迫しています。ただ根の状態も大変よく、使った土もきちんとした土を使ったので、今でもご覧のように土が砕けていません。とてもこれが重要なところです。あまりこれが質が悪い土を使うと根詰まりをしてしまいます。重さで。その時にある程度硬質な土を混ぜていないとこのようにはできません。よかったです。ここから周りを本来の俗に言う鉢に入る大きさの根の状態にまでほどいていきます。この箱の中に土が落ちるようにやってしまいましょう。よいしょ。ご覧いただいてわかるでしょうか。この黄色みのあるこの部分が植え土として使ったものです。このちょっと黒みを帯びた部分は本来四国の畑で根巻きでそのまま巻いた土です。お分かりでしょうか。この土の中にはなかなか根が張りません。この黒土部分をある程度取ってしまうことも木が健康な場合は鉢植えの時には大切です。きちんと細かい根が張る用土の土に切り替えること、いっぺんにできない場合もありますが、これは将来の盆栽の鉢植えには大変よくありません。これをだんだん外していきましょう。このように根が伸びていきます。このように外側に空気に触れた長い根はそのまま巻き込んで使うことはできません。根の状態が悪い時はこういう根も大切に巻きますが、これだけに健康な状態でしたらこの根は切ってしまうことが大切です。このような畑からのこの土、これをなるべく多く取る、そのことが一番何よりも大切です。粘土のような土です。ここにはあまりご覧の通り根も張りません。水はけも良くなく、これを取り払うことを第一に考えます。もちろん周りの根がしっかりしていることが大切なんですが、盆栽の場合は底の根というよりも根の周りからこの上根というものがとても大切です。結局は最後はある程度の深さに収めるわけですから、底の根よりも上根が大切。底の方にある粘土土を外して落とせるだけ落として上根で生きるようにする。そこから盆栽としての鉢合わせになっていきます。それでも畑から上げるときはなるべくその根巻きと言われる玉を
あまりに楽をしようとして小さくしないで大きめにしてこのような木箱で何年もまず個根、つまりこのような盆栽用の根を出させることが大切です。それをすることで年々の仕事で最後は立派な盆栽になります。あ、4匹でしよいしょ。ょ。猫がや。ご覧ください。私たちの通常の言葉でいう猫ガエル、コガネムシの幼虫です。我々にとっては最大の敵と言われる幼虫です。春の温度が上がると新しい根を食べてしまいます。気がついた時には一瞬で枯れてしまう。根をむさぼり食べる。エゾマツの名木や五葉松、黒松の山木や畑の木で本来の普段の土の中に育ちます。天敵中の天敵です。ランダイアなどの農薬で浸透させて幼虫が育たないようにするのが常ですが、これだけ大きい木ですとこの確認作業も大切なものです。ここをご覧ください。泥の中に底根の芯と言われる太いものが出てきました。この木の底はここです。これ以上低くはできません。一応これを基準に周りの黒土を取って根のサイズを決めていきます。まだいいか。横は大体だいたいこの程度に取ってきたら今度は一番大切な上根の処理です。上の粘りの状態と根を出して、その上根がどこまで鉢の根として使えるかどうか、その感じを見てから今度は底根の最終処理に入ります。上根を処理するといっても上にあるようなんかとても大切に見えますが、木の根に逆らっているような根はこの時に取っておかないとその木の将来の障害になります。四国高松の地で50年を超えて畑の中で丁寧に作られたこの木は今まさに大型名木へと変貌する瞬間を迎えています。この時の仕事で大切なのは大きい木だけにその作業は大変な苦労がありますが、そこで絶対に手抜きをしないことです。
根元の周りの根はこれで良いか、黒土は取れているか、5年間木箱に入れた培養状態はどうか、神経を集中させてこの木が本来の鉢にどのように入っていくかをよくよく見ながらの作業をしなければなりません。ある程度ほどいたところでご覧ください。もともとの幹から直根で出ていた根巻きの時に切った太い根、これはもういらない根として丸太のようになっています。これを苦労してでも切り落とさないと鉢への収めが難しいので、これから切り落としに入ります。OK、 切りづれな。もうちょい、よいちょ、こっち引っ張っちゃえ、手で。せーの、よ、下ろして。オッケー。それで切れる。ご苦労さんです。OK、よいしょ。いいよ。全然だ。おい、もっと置いて、置いちゃって。裏が。まだ7割の根ほどきですが、鉢合わせとして中国で特注で作ったこの鉢入れたかったんですが、残念ながら奥行きも含めて入りません。鉢はこのように畑上げのものは抜いてみて根をさばかないとその結果がわからないものがあります。残念ですが他の鉢に切り替えて合わせてみたいと思います。まあ、いけるいける、いいよこれ。根さばきは8分ですが、本来この長方の格調の高いものに入れたかったんですが、残念ながら木の奥行きが入りません。これでも相当奥行きを取った鉢ですが、やっぱり畑で作ってあるためにほとんどが四方に張っています。今回は残念ながらこの鉢に締め込んでギリギリのところで植え込んで、また何年か先に長方に入るようになるかどうか、ここからまた培養に心がけたいと思います。こちらの鉢で植えることになります。
せーのせーの。もうちょいこうだな。よし。うん。ゴロ並べくれたかい。うん、ここまででいい。よし。ゴロ土をなるべく多めにして植え土を少なめ。これが畑揚げの一つの大切なところです。植え土ばっかりやると詰まってしまいます。まあ、あんまりもう一枚それでも全部入れちゃう。よし。もうちょっと上げて、もう一杯。OK。もう一杯。よし OK。はいよー。はい、お茶 OK。OK。ちょっとだけね。下げて。この角度でいいか、ちょっと上げて。ちょっとこうか。上げか。まだだよ。うん、大丈夫だと思う。OK。見えなくなっちゃう。でちょっとようちゃん後ろ上げてくれる？俺前見てっから。ちょい、もうちょい。かぶりすぎ。うん、OK かな。もうちょい上げて。ちょいだけ。そこらい。はい、大丈夫。ちょうどそんくらい戻ったぐらいでちょうどいいから。さっきより全然いいから。ようやくのことで鉢に入りました。第一候補の鉢ではありませんが、これで盆栽としてのこの木の歴史が始まります。植え付ける前にもう一つ仕事があります。このような左の返し枝、これを少し避けたいような気がします。ただ古い木でぐんと力がありますから、針金をかけるというよりもちょうどこのねじ目をした針金の部分にかけて、これを引き技という内容で一度下げておきます。それをすることによってその中側の目や次の作る時がとても楽になります。ご覧になっててください。よいしょ。センキュー。ここらかな。うん、ここら。これでいいよ。もうそれ以上やっとパキッといっちゃうから。はい、オッケー。オッケー。よいしょと。
い。よいしょ。いいですか。はい、ここらす。はい。なるべくこっちなんだと効かないからね。はい。こんなもんですか。うん、こんなもん。オッケー。これがずれるといけないからね。下げるよ。はい、ここから。はい。オッケーオッケー。今回のこの四国から来た大きな五葉松、これの畑から木箱、5年の歳月をかけて鉢へ仕込むまでのところへ届いた姿、いかがでしょうか。大型の盆栽はこのようにして仕上がっていきます。これが世の中にきれいに飾られるにはさらにまたこの数年がかかると思いますが、ここまでしておけばどんな盆栽のプロが持ってもそこから作っていくことができます。今日はうちのスタッフとプロの一人に協力を得ました。小林さん、陽田さん、どうぞ。うちのスタッフの小林、そして春華園さんで修行をして、もう今は埼玉で盆栽を活躍している陽田さん、2人の協力を得てやっていただきました。以前うちで100本の大阪松をやる時にもこの2人の協力なくてはできなかったことです。お疲れ様でした。わびチャンネルはこのような荒仕事から細やかな掛け軸追跡までやります。ぜひ皆さんアーカイブスをチャンネル登録をなさってお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。